皆さんこんにちは。こちらはケンウッド KAF-A55 です。発売は2009年。実売価格は18,000円前後でした。このアンプはフルデジタルです。音質劣化のないフルデジタルはアンプの理想です。今回はこのアンプの実力を詳しく見ていきます。このモデルのスペックは次の通りです。このアンプはスピーカー出力もヘッドホン出力もフルデジタルです。出力が小さいですね。4オームで 10W しか出ません。SN 比 94dB は CD のダイナミックレンジを下回ります。ヘッドホンやスピーカーに合わせたイコライザーが搭載されています。どんな特性になっているのか測定で明らかにします。この製品は外装がすべてアルミでできています。ハイエンドモデルのような高級感があります。前回はこのアンプを分解して中身を観察しました。今回はこのアンプを測定してフルデジタルの実力を見ていきます。光デジタル入力の測定結果を見ていきます。まずは音色を決定づける周波数特性です。デジタルアンプは負荷によって広域の特性が変わります。このアンプは6オームあたりでフラットになるように設計されているようです。11W まで問題ありません。歪みを見ていきます。オレンジが今回のアンプです。最大出力はカタログスペック通りです。他の線はパナソニックとソニーのフルデジタルアンプです。どれも似たような特性です。このあたりがフィードバックループを持たないフルデジタルの限界のようです。こちらは 1W のダイナミックレンジです。マイナス 80dB から線を外れて 100dB で頭打ちです。なんとか CD のフォーマットをカバーする性能です。ジッターを見ていきます。こちらは優秀です。特に問題は見当たりません。こちらはダンピングファクターです。60近くあります。フルデジタルにしては良好です。広域にかけて落ちていくのはデジタルアンプの宿命です。10kHz 以上の広域が若干強調される場合があります。こちらはボリュームのギャングエラーです。完全にゼロではありません。微妙に誤差があります。フルデジタルなら完全にゼロであってほしいところです。こちらはプリセットイコライザーの特性です。Core A55 は付属のスピーカーに合わせた特性です。小型ブックシェルフは低域を持ち上げて歪みの多い低音をカットした特性です。ヘッドホン出力の性能を見ていきます。低域がドロップしていて出力も 4.7mW しか出ません。イヤホンでは問題ありませんが、ヘッドホンでは音量が不足するかもしれません。こちらは出力インピーダンスです。
30オームくらいありますね。音質を重視するなら1オーム以下であってほしいところです。こちらはヘッドホン専用のプリセットイコライザーの特性です。低音がカットされてプラスマイナス1デシベル程度の変化です。あまり使い道がなさそうです。このアンプの音を聞いてみましょう。今からお聞きいただくのは次の音です。1番の原音は音楽ソースそのものです。YouTube の配信では CD 並みの音質です。2番はこのアンプの音です。フルデジタルにはフルデジタルの音があるのでしょうか。それではお聞きください。音楽室の古いピアノにもたれて歌ったね。知ってる？まだ君のことまだ知らないのに、なぜか懐かしくて Friend 木漏れ日も一緒に Friend クスクス笑ってるよ。まるでハイエンドのような素晴らしい外観と質感の商品です。オールアルミニウムの作りには高級感があります。アルミ削り出しのノブはこの価格ではありえない装備です。音質もフルデジタルなので問題ありません。出力が 10W しかありません。ヘッドホンアンプも出力が小さすぎて音量が取れません。これはミニコンポの性能です。この製品に搭載されているデジタルアンプ IC は 2.1 チャンネルに対応していました。サブウーファー端子がないのは残念なポイントです。この製品の魅力は素晴らしい外観にあります。高級感のある外観はちょっとしたインテリアになります。スマホと組み合わせて手軽に音楽を楽しむのにぴったりでしょう。ご視聴ありがとうございました。